青戸と申します。普段は筑波大学の助教として研究する傍ら、オプテックイノベーションという会社を経営していて、その会社で研究で出た成果っていうのを社会実装するような取り組みを行っています。私の専門はコンピューテーショナルフォトグラフィーって言いまして、計算機で後処理する前提でカメラの仕組みを一から考え直すことで、今まで撮れなかった情報を撮れるようにしたりだとか、今までのカメラの性能の限界っていうのを突破した映像を撮れるようなカメラを作ろうっていう研究になっています。距離を測るカメラとして自動運転によく使われるライダーとかタイムオブフライトカメラっていうのが有名なんですけれども、このケチャップやマヨネーズに紙を巻いてるんですけど、それをこのカメラで撮った形状計測結果っていうのはこちらで、紙の部分っていうのは距離がちゃんと出てるんですけれども、このマヨネーズとかケチャップの部分っていうのは距離を間違えて計測してしまうと。これは逆にそのものがその間違っている量を評価することで材質がどうなっているのかっていうのを調べる研究になっています。他にはですね、物の中が撮れるようなカメラを作ったりしています。この蝶々のマークが手前にあって、裏に ABCD がこういうふうに重なったフィルムがあって、このフィルムをピントを変えて撮影すると、蝶々だけが撮れたりだとか、あとは手前の蝶々をぼかして後ろの文字だけが撮影できる、こういったカメラを作ってたりします。イノベーションでは物の柔らかさを撮れるカメラを作っております。こういうネバネバしているものだとか、こういうぷよぷよしている粘性や弾性って言われるものを測れるような技術になっています。で、原理自体はすごいシンプルで、超音波の力で物を揺らしてあげて、その変化を光の力を使って物の揺れに合わせてこの模様っていうのが変わるので、その模様をカメラで撮ることで物の柔らかさを測るっていうことを行っています。でそれをすることによって薄いフィルムだとか、あとはレジストだとか、そういった今まで柔らかすぎて測れなかったものの柔らかさっていうのが測れる技術になっています。こちらは今この真ん中のところに超音波を当てていて、その強さを徐々に強くしていっているんですけれども、少しずつ強くしていくとこの辺に光の歪みが見えるかと思うんですけど、人間の目にはわからないような小さな変動でも、光の力を使ってあげればその影響っていうのを大きくして見ることができるので、柔らかさ測れるっていうと、じゃあどういうことができるのかっていうと、人間の耳も同じことができていて、例えばお湯を注いだ時と水を注いだ時って、なんとなく人間は水注いでるとかお湯注いでるって分かると思うんですけれども、それは何でかっていうと、水が温度が変わることによって粘性っていうのが変わっていて、そのどれぐらいネバネバするのって人間には目で見て分かるようなレベルではないんですけど、音でそれを人間は違いをなんとなく知ることができると。それと同じことを、特殊なカメラを使ってやることによって水なのかお湯なのかっていうのがこのカメラを使うと分かるようになります。この超音波レイっていうのはよく超音波触覚とか言われていて、超音波の力で人間に触覚を与えるような技術に使われています。で今回はそれを人間が触覚を感じるんではなくて、物に振動を与えるための装置と、非接触で物を振動させる装置として使っています。これを超音波を集めていって、さらにそこの振動している点にレーザーを入れると表面が振動しているので、振動していない時はここで当たったものが跳ね返って一点に観測されるものが、表面が振動しているとここの表面の状態変わるので、こちらの方で見える点もこういうふうに移動するので、その動きがどうなっているのかっていうのを見てあげることによって、それがここの表面どれぐらい動いているのかって相当するので、もうそこから物の柔らかさが計算できるっていうものになっています。B2B を考えていて、今まで人がノウハウでやっていた部分を代替する装置として売り出そうと今やっております。ノウハウって継承するのが非常に困難なんですけれども、その部分を数値化することで誰もがその結果をちゃんと視認して使えるような風にしていきたいなというふうに考えています。大学ではそういう新規性できることを示すことをやっていて、会社の方ではそれをちゃんと社会に入れるところをやっていこうと思っていて、自分自身で生んだ技術っていうのを大学で特許出して、それを買い戻して、それを自分の会社で広める手前までやってあげることで、税金使ってやってるんで、そこの部分を社会に入れてやっていけたらいいなっていうのと、それでちゃんと研究者自身が儲かるスキームをちゃんと作れたらいいなっていうふうに思ってます。粘性弾性測れる機械って接触式だと多いんですけど、非接触だとほぼないので、なのでその辺の市場は小さいですけど、
取れたらいいなと、全部取れたらいいなと思っていて、今アメリカの方ともやろうとしてますし、中国の会社とも一応コンタクトは取ってます。